こんにちは、かよです。今日は30日間チャレンジの15日目でございます。早いですね。もう半分いっちゃった。嬉しい。で、今日はね、私が住んでいるロードアイランドは雨です。久しぶりに雨が降ってます。でね、今主人が2階で寝てるので、私ね、声が大きいんですよ。だから、少しトーンを抑え気味に収録していきます。この人って私の大切な友達なんだってね、呼べる瞬間があると思うんですよ。で、どういった時にね、そのような感情が湧くでしょうか。ご自身の胸にちょっと聞いてみてください。で、今回はね、私も47年間無事に生きてきてます。で、その中で公私ともにもうさまざまな方たちと接してきました。で、その中でも知人だったり、ただのね、知り合いだったり、知人と知り合いって一緒ですね。だけど大事な友達っていうのはもうね、私の人生に欠かせないんですね。で、この方たちがなぜね、私の人生にとって欠かせない人物になったのか。で、またなぜ私はその方たちをね、自分の人生に必要な友達だと思えるのかっていうのを今日は私なりの意見としてあなたとシェアしていきます。でね、この人やっぱり私の大切な人だなって思う瞬間っていうのはいっぱいあるんですよ。振り返ってみてね、友達っていうのはバッサリとあっけなく関係が終わる時もあるんですよ。でも反対に何があっても離れない関係っていうのもあるんです。私ね、友達大好きなんですよ。でね、これをもう細かいところまで語るなら私はずっとね、話せるんです。自分の人生を振り返ってみて大きなポイントっていうのが2つあります。もう結論から言うとね、1番目が見返りを求めないっていうことで、2番目が環境に左右されないっていうことです。大きく分けてもこの2つ絞りましたよ。で、1番が見返りを求めないということです。これは何かっていうと、友達というのは最初の出会いっていうのが必ずあります。で、初めて会って何回かね、過ごしているうちになんかいろいろやってくれる友達っていると思うんですよ。何かとあなたの世話を焼いてくれる人ね。で、この時に向こうがね、なんかやってるんだけど、もし自分がね、相手に対してお返しとかするのが、苦手で、そこまでね、相手がやってくれるのと同じぐらいその人に返すことがなんとなくね、できていないという状態になったとします。で、この時にもしそこでね、あなたが何も返さないとしても、本当の友達っていうのはそこにね、見返りを求めないんですよ。相手がやってくれたことに対してそこまでお返しね、なんかやってもらったからお返ししなきゃいけないなとかあると思うんです。あまりもらってばっかりで何もね返さないっていうのは、多分そこまで鈍感な人はいないと思うんですけど、そこまでね、やっぱやってくれたことに対して何かお返しをしなきゃいけないって思ってしまう人が多いと思うんです。だけど私にね、いろいろやってくれている相手っていうのは、自分が何かやってあげたいからやってるんだっていう意思があるんですね。だからもしこっちが相手に対してそこまでお返しをしなくても、向こうは全然
そういうこと気にしてないんですよ。で、なんでかっていうと、相手はただ助けになりたいからやってあげてるっていうことなんですね。なので自分がその期待に応えて何かね、お返しにやってあげようってしたところで、向こうは別にね、いいよいいよそんなのって言うんですよ。まあね、日本ってほら、なんか建前って何かありますよね。建前で何か言うのって。だけど本当に親身になっていろいろやってくれようと、ね、力になってあげようとしてくれる方たちっていうのは、そこにね、期待を求めてないんですよ。だから心の底からあなたのために何か行動してあげたりとかしてくれるんですね。で、私がね、なんでこれを感じたのかっていうと、あるね、人がいたんですよ。で、その人は初対面からなんかね、いろいろ物を買ってくれたり、なんかね、すごい面倒を見てくれたんですよ。でね、私ってね、これね、初めて言うかもしれないんですけど、私ってね、受け取ることが苦手なんですよ。で、受け取ってしまったらすぐ相手に何かを返さなきゃいけないんじゃないかって思ってしまうんです。で、この方、A さんとします。で、A さんがいろいろ私にね、やってくれました。で、私はなんかね、返さなきゃいけないんじゃないかって思って言ってたんですけど、いや、いらないいらないって、私がやりたいだけだからって。ということで、その言葉に甘えながら、大したそんな高価なものじゃないんですよ。それをいただいてたんです。で、いろんな面でお世話になったんですよ。話が長くなるのでちょっと割愛すると、留学してた時にいろいろ助けになってもらったんです。その方は結婚してアメリカに行かれてたんですけど、その後に私も留学しようと思って数日泊まってたんです。その人の家にいろいろお世話になってやってくれて、お金も渡してたんですよ。ね、やっぱお金が一番いいだろうと思って、人の家に滞在する時は。で、私はそこに数日お世話になって留学先に行ったんです。で、私は約1年間留学していて、でね、私帰国間際に携帯のお金を全部払おうと店舗に行ったんですよ。インターネットもそこまで普及してなかったので、実際店舗に行ってお金を払ってたんですよ。でね、もう請求は何もないよって言われてたんです。で、帰る前に一応ね、もしかしてアメリカあるあるで後から請求が来るかもしれないと思って A さんに一応言ってたんですよ。もしかして請求が来るかもしれないので立て替えといてくれないって言ってたのかな、そこもちょっとはっきり覚えてないんですけど言ってたんです。そしたらその A さんから携帯の請求が来たよっていう連絡が来たんです。で、私がやっぱりそうかっていうことで、A さんが立て替えてくれてたんですよ。でね、私ちゃんとそこで考えていたんですよ。私が留学している先で仲良くなっていた B さんに私お金を預けてたんですね。で、何かあったら B さんから A さんにお金を送ってもらうようにしていたんです。で、私の勘が当たって A さんから請求が来たので払わなきゃいけないから、自分がね、まずは立て替えておいたっていうことで連絡が来たんです。で、私がありがとうって言って B さんに連絡して、 B さんから A さんにお金を送ってもらおうと送ってもらうように頼みました。で、ここでね、問題が発生して、 B さんがなかなかお金を送ってくれなかったんですよ。と言ってもね、数週間ですよ。で、その間に A さんから催促の連絡がもうずっと来たんですね。お金のことだから仕方ないんですよ。でもね、私は小さい頃からお金の管理に関してはね、すごくしっかりしてるんですね。自分で言うのもなんですけど。で、A さんに、いや B さんはね、B さんは本当信頼できる人なんですよ。だから B さん信頼できるからちゃんと送ると。でね、少し時間がかかるかもしれないけど待っててっていうことで A さんには言ってたんです。そしたらどんどんね、 A さんの怒りが爆発してきたんですよ。で、メールで
まだその時は G メールだったかな、メールでねやり取りしてたんですけど、回を増すごとに言葉の圧がひどくなってきたんですね。で、そのメールの内容が、私ねこれ人生初なんですけど、私の人格を否定するようなことを言われたんですよ。私はねあんだけ面倒見てやったのに、あんたはねそうやってあんたがここまでねお金にルーズな人だとは思わなかったとか、そんなこと言われたんですよ。でもうね二度と連絡してこないでとか言ってきたんですね。でここでもう私その文章、その言葉がはっきりは覚えてないんですけど、私ね生まれて初めて自分を否定されたような感じになるぐらい高圧的な言葉を他人から言われたんですね。でそのことがトラウマになってるか分かんないんですけど、なんかねやっぱり人からいただいた時っていうのはお返ししなきゃいけないって思っちゃうんですよ。じゃないと何か言われるんじゃないかってね感じるんです。ちょっと話が長くなっちゃった。でもね、本当にあなたのことを大切な友達と思っているのであれば、向こうはね何かをしてあげようと思っているだけで、こっちが何かお返しをする必要もないっていうことなんですよ。もしあちら様が自分に何かをくださってね、上手にあなたがやり取りできなくても、そこまで向こうは気にしていないということです。でもしこんだけやってあげてるのになんでそういう態度するのっていう言葉が相手から出てきた時っていうのは、少しね関係性を考えた方がいいかもしれない。これは私の個人の意見なのでね、それは違うよって思う人もいるかもしれない。だけど私は私は自分の経験を通して学んだことをあなたに、このようにお伝えしています。で2番目が環境に左右されないということです。学生時代ね、小学校、中学校、高校、大学で就職して結婚、ライフステージに合わせて付き合う人っていうのは変わっていきます。だけど真の友達っていうのは、あなたが遠くに行こうが結婚しようが子供がいようがいまいが関係ないんですよ。でまた期間が空いたとしてね、久しぶりに会ったとしても関係ないんですよ。なんかよく言うのが、ママ友って子供っていうフィルターがあるんですよ。で子供を通して相手のお母さんたちと接しますよね。だから多くのママ友関係っていうのが、違う学校へ行ってもう相手との子供同士が接する機会がなくなると、自然とね関係性もなくなっていくんだと思うんです。だけどね、そういうママ友の中でも関係が続いている人もいるんですよ。それはねすごく大切なね、関係だと思うんです。このようにあなたや相手との環境が変わったとしても、大事な友達との関係っていうのは薄れないんですよ。私もこうやって転々としています。だけど大事な友達っていうのは何があっても関係性は壊れないんです。あなたもそういう人いますよね。で大切な友達っていうのは話した後にね分かるんです。どういうふうに分かるかっていうと、その人と会った後にあなたの中でふわっと軽いエネルギーが湧くかっていうことなんですよ。どういうことかっていうと、友達っていうのは自分のエネルギーが上がるんですね。だからそういう方と一緒に過ごしたいから、ね、あなたの時間を削って相手と、ね、楽しい日々を過ごすんですよ。この時に話した後に気持ちがね
ドヨーンとしちゃうというのであれば、それはね、あなたがエネルギーを吸い取られてるんですよ。だけど気持ちがね軽くなって、すっきり心が軽くなる、感情が湧く友達っていうのは、それだけあなたにとってプラスのエネルギーを与えてくれる人なんですよ。うん、私は結構これね目安にするんですね。で、時間っていうのはあなたの命なんですよ。で、自分の命の時間を削ってまでこの人と時間を過ごしたいですかって今度聞いてみてください。友達ってどういう人なのかわからないっていう時は自分に聞いてみるんですよ。時間っていうのはあなたの命です。で、私はね、自分の命を削ってまでこの人と時間を共有したいって聞いてみるんですよ。ここでいやってそこまではないなって思うならもう会わない方がいいです。時間の無駄。なんで私がこういうふうに考えるかっていうと、信頼がある友達と時間を共有するっていうのは、相手もですよ、時間を削って自分と一緒に過ごすために相手も、ね、命を削って会いに来てくれるんですよ。で、同じように私も自分の時間を共有することで相手とね思い出を作っていきたいから自分で足を運ぶわけです、ね、友達っていうのはお互いの時間を削って楽しい幸せな思い出を一緒に作っていくっていうことなんですよ。で、これをやりたいかやりたくないかっていうので友達っていうのはね結構絞られていくんじゃないかなと思うんです。で、あなたの環境に合わせて友達だと思っていた人も去っていく時もあるんです。で、こういう時はね自分の元から離れていく人は追わない、ね、去っていく人はもう自分から追いかけない。あなたのその代わりにあなたの周りにいる人を大事にしていきましょう。で、最後にね、友達とはという言葉をお送りしていきます。で、ちなみにね、このシャツかわいいでしょ。これ親友から私がね、がん治療の時にもらったんです。ああ、もうダメ。これこれを言うだけで涙が出そうですけど、本当に支えてもらったんですよ。友達って本当人生の中であなたの人生を有意義にしてくれる大事な存在です。で、最後にね、もうダメだね、ちょっと待って。で、最後ね、友達とはという言葉をあなたにお送りしていきます。友達とはどれだけ長く一緒にいるかではなく、何があってもあなたのそばを離れない人なんです。決して友達はあなたのことを見捨てずに、必要な時にね、いつでもそばにいてくれます、ね。ということで今日は15日目これで終わりにします。今日もあなたのスマイルマイルがたまりますように。最後までご覧になっていただきありがとうございました。また次回に。チャオ。